今私たちは大阪大学にお邪魔しています。なぜ大阪大学かと言いますと、こちらで25年の万博の目玉になり得る研究が進められているということです。詳しくは澤良樹先生にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、澤先生はこちらでどんな研究をされているんですか？はい、私はですね、40年間心臓外科医として、心臓を治す、命を守るという、そういう仕事をしてきたんですけど、特にですね、重症心不全といってもうそれ以上もう治療が施せないという方に心臓移植や人工心臓の治療もやってきたんですけども、なかなか必要とする数の心臓移植というのはまだまだ行えてないんですね、日本の中で。それで助からない命、これをなんとか助けたいということで、私たち2000年頃からですね、心臓の再生医療研究をしてきたんですね。じゃあもう実際に臨床医として何度もじゃあ手術もこうやられてきたわけですね。そうですね、だいたい数万人の方の命に関わってきました。私が手術したのもあれば、私の部下がそれから関連の施設とかでやった手術も含めるとですね、心臓病の方数万人には、40年の流れでやってきました。今日はそのなんか心筋細胞、ちょっと具体的にどういうものか早速。もう皆さんの心臓、自動的に動いてますよね。これがですね、意思と関係なく動くのは、心筋細胞というのはそういう能力があってですね、それがそれぞれの細胞がバラバラじゃなくてみんなでオーケストラみたいに協調して動くような仕組みっていうのがあって、それで1日に10万回、365日、それが90年間以上で1分間に5リットルから10リットルの血液を送り出すポンプなんですね。これだけ成功にできたポンプ、心臓なんですけど、元気の方は本当に90歳、100歳とまで元気に心臓は動くんですけど、やっぱり心臓の病気が起こった時にはですね、その動きが弱くなるんですよね。で血液を送り出す力が弱くなる。でそれで心不全になるんですよ。でそうするとむくんできたり、運動能力が下がったり、寝たきりになってしまう。で先ほど申しました、それで最後はもう心臓移植や人工心臓というような方々に、でも世界でもやっぱり心臓移植や人工心臓が最終の治療法として、もちろん今はスタンダードになってはいるんですけども、やっぱり望ましくはご本人の心臓をですね、元気にしたいなと。人工心臓や心臓移植って完全に取り替えるんですね。元気になるんですけど、そうじゃなくてご本人の心臓をなんとか復活させるというか。そんなことができる未来があるんでしょうか？そうですね。ですからそれを私たち20年以上やってきて、もう最近は大変強い手応えを感じています。今日ね、この研究室にお邪魔しているということは、実際にそういったものが見られる。そうですね。もうぜひ実物を見ていただきながら、それによってですね、希望を感じていただけたらというふうに思います。これを見てください。これなんかの微生物とか。これがですね、皆さんの体の中の心臓の、細胞ですね。これをiPS 細胞から作ってですね、でそれをこう一緒に動くように、形作ったものなんです。これなんか電気かなんか流してるんですか？いや、何にも流してます。これ自発的に動いてるだけですよね。すごい素人考えなんですけど、その人間の筋肉っていうのは脳の指令によって電気信号が流れるから動くみたいなことをずっと聞いてるんですけど、これ何もついてなくて、じゃあそのものが動くってことですか？そうですね。そもそもですね、
脳の刺激、電気信号で神経が、末梢神経がですね、動かしているのは骨格筋という筋肉なんですね。心臓の筋肉は勝手に動いてる。もちろんいろんな神経支配もあるんですけど、基本的には寝てる間もずっと動いてるわけですから、寝てる間に手足は止まっていても心臓は動いている。ですから自動脳と言いまして、自分で動く力があるんです。私の父親が心臓が 20% しか動かないって言われて、それで最後に亡くなったんですけど、やっぱりそういうのは昔の心筋梗塞で筋肉がもう死んじゃってるからですよね。そうですそうです。でこの技術でその筋肉の一部はもしくは全部は戻ってくるっていう。そうですね。少なくとも、今の段階で最初の一歩ですから、死にかけている細胞は絶対救おうと。一回死んでしまった細胞は元に戻りませんので、さらにこういう細胞をたくさん入れることで細胞補充療法って呼んでるんですけど、心臓の筋肉が本当にこういう新しい細胞によってリッチになって元気になる、これがやっぱり我々の究極の目標ですね。これも実際に今患者さんで実行されてるんですか？そうですね。こういう治療法もやっていらっしゃるんですね。この治療で8人の方に治療させていただきました。具体的にどういう形で心臓にどうする、なんかつけたりなんかするんですか？そうですね。やはりこれはですね、まずiPS 細胞から心筋細胞に分化誘導と言いまして、この iPS 細胞っていうのがすごいところはどんな細胞にもなる機能、ポテンシャルを持っているんですが、我々はそれを心筋だけにする技術を持っていて、で心筋細胞ができるとですね、さっきも申しましたように自動的にこう動くんですけど、このコンセントみたいなタンパク質を持っていてですね、で細胞と細胞隣同士の細胞は電気的につながるんです。でおそらくこの中に一番電位の高い、オーケストラでいうコンダクターです、こういう細胞がいて、それにみんな合わせる形で動いてるんです。これが皆さんのそうなんです。これがもう最初からもうそういうふうな心筋細胞というのはそういう細胞だと。でこれがいわゆる自分自身の細胞から作り出すってことですか？いや、これは今はですね、iPS 細胞という山中先生が作られた、しかも人に投与して一番安全だと言われる細胞から作ってるので、残念ながらまだ自分の細胞ではないです。じゃあもう心臓が今すぐ助けなきゃっていう人にその人から細胞を取らなくてももう準備して対応することができるんですか？もう全くおっしゃる通りです。ですからもう我々用意しておいて、この細胞シートを胸を少し開けて、心臓の上に表面に貼り付ける。でこれがすごいところは、電気的な信号のコンセントみたいなタンパクと言いましたけども、ノリのタンパクもあるんですね。ノリ、くっつく。で最初これは培養のお皿の中にくっついてるんだけど、それをかし剥がしたらこういうことになってる。で今度これを心臓の上に乗せますと、そのノリのタンパクも一緒にくっついて心臓の表面に、心臓と一緒に動く。そして電気的に心臓と一緒に電気がつながってくる、血管がつながってくることによって心筋の組織と同化するという、そんな技術ですね。これはあれですか、ほっとけばずっと動いてるんですか？それともどっかでなんかなるんですか？そうですね、やっぱり2週間ぐらいは動いてる。でこれやっぱりエネルギーを自分らで作り出しながら動いてるんですが、そのエネルギーが枯渇するとやっぱり動かなくなるんですけど、このピンク色の液は実はその中で栄養分とか酸素とかが入ってるんです。なるほど。でこれ移植したらその元の組織にも少しずつ広がっていくみたいな。もう移植したらペタッとくっついて、で血管が生えてきて、で電気的につながってコンセント同士がつながって心臓の上に貼った場合は心臓と一緒に動くという。なるほど。これは動物実験ではもう明らかになってます。すごいなこれ理屈では心筋細胞は動くという理屈があったとしても、どうしてこれだけこう取り出して培養っていうんですか、この作り出したら
何をきっかけにふと思いついてどうしたらそれできたんですか。それ一番大事だと思うんですけど。そうですね。これはですね、いろんな科学者との出会いがあってですね、はい、2000年に私たち東京女子医大の岡野照夫先生という、この人はエンジニアなんですけど、温度を変えるだけで細胞がシート状に剥がれてくるという技術をお持ちだったんです。でそれで2000年から私たちは、僕はその彼の技術を見てこれだと思ってピンときて、すぐに共同研究を始めたんです。で最初はその技術を蓄えるために自分の患者さん自身の細胞でその治療を始めたんですけど、2007年に山中先生が iPS 細胞を確立されて、それから2008年からは今度はこの同じ細胞シートの技術の細胞を iPS 細胞から作った心筋細胞に変えてこういうふうな形になる。そしたらこれはもう一つの我々が言ってきたエビデンスなんですけど、証拠なんですけど、さっき申しました電気的にタンパク質が結合してつながる、一緒に動き出す、そして強調して動きますよね。これがねやはりねサイエンスとして間違ってないところだと私は思います。これは結局進んでいくと将来的には何になっちゃうんですか。将来的にはどういうものにこれはですから心筋を活性化したり、最終的にはやっぱり我々としては新しい心臓そのものを目指そうというのが最終ゴールだと思いますけど、ちょっと私が生きてる間にできるかどうかはちょっと分かんないですけど。夢のこれ技術と言っていいんでしょうか。そうですね。そうですね。だから私が20年前にこれを始めた時これはありえませんでした。というのは山中先生がまだ研究を始めた同時ぐらいだったんです。で山中さんが確立されたiPS 細胞から僕ら共同研究して心筋細胞をたどり着いて大体10年スパンでどんどん進化しています。先ほど世界で唯一の技術という話もありましたが、25年に万博を控えています。世界中にねお披露目する機会でもあると思うんですが、どんなお気持ちですか。そうですね。もともと私はですね、中学3年生の時、1970年の、大阪万博に出演したんです。出演ですか。そうなんですね。ボーイスカウトだったんです。ああ、なるほど。で手旗信号隊というのに出演して、で僕だから万博小僧というか、小僧じゃないか、万博中学生だったんで、もう10回以上行ってですね、すごい刺激を受けました。世の中変わるんだ。なるほど。で時を経て、阪大がここに移ってきた時、毎日我々太陽の塔を見てたんですね。ああ、なるほど。でこれは万博っていうのがすごい頭の中にある中で、また別にやっぱり心臓手術をしてね、さっきも言いましたように何万人の人の命に関わりながら、残念な思いもいっぱいしてきて、改めて命の大切さを考えるということで、命未来プロジェクトというソーシャルイノベーションを起こす一般社団法人を立ち上げて、社会活動を始めたんですね。でその時にちょうどですね東京オリンピックが決まったとこだったんで、ちょっとしたノリで、オリンピック東京で2回やるなら、大阪で万博2回やってもいいじゃないかみたいな話をして、それから我々は提案していったらどんどんそれが加速されて、で最終的にですね万博が決まった時のテーマが命万博、命科学未来社会のデザインということになったわけですね。じゃあテーマのきっかけは先生の提案がきっかけで。一つのきっかけだと思います。少なくとも2014年に私たち命未来プロジェクトを作ってすぐにシンポジウムやってます。でそれで日経新聞載っていて、すごい面白い。日経ですよね。日経新聞載っていてですね、そのシンポジウムにちゃんと書いてます。そうでしたか。そうでしたか。で万博があるべきだみたいなことを僕は大きな声で言いまして、でその仲間たちがだんだんその命を大事にしようみたいな話があって、命と未来というのが言葉の中に入っていて、でその中でじゃあ何を提案するか、その場が用意された今ですよね。そうです。で1970年の時は月の石、これがメインでしたけど、
まあ、ちょっと失礼な言い方すると、まあ、4時間並んで石ころかじゃないけどそれが月の石だったんですね。で今回はじゃあ何目玉にするかというと結構皆さんこれに期待していただく。やっぱこれ見て分かりやすいですもんね。本当実際に動いているし、さっき言った通りなんか種も仕掛けもないわけですよね。そうなんです。何にも手を加えなくてもこれで1週間また培地交換したり、うちのスタッフがこれを長く動く技術を作ってくれてるので、でもやっぱり毎週毎週我々作って持っていかないといけないんですけど。いやー、これ確かに命ってもう生きてる感じするもん。もう見ただけでも。なんかの生物生命体のように見えますけども、ね、全然そうじゃないけど、私たちが考えるのは細胞ってもう一番生命の最小単位なんです。で細胞ってね、結構賢いしたたかなんです。だから心筋細胞が、ね、を分化したら電気的につながるコンセントを持っていて、こうやって一緒に動きましょうみたいなことになる。これがさっきも何回も言いましたけど、サイエンスでありサイエンスのエビデンスで再現性があるというのが面白いですよね。何回でも作れる。すごい。でもちろんですけど、日本だけじゃなくて世界の方々がもう本当にこれを必要としているので、本当万博って世界に発信するいい機会ですよね。我々G20 に2019年にこれ、展示させていただいたら、たまたまその時の、外務大臣の河野太郎さんがこれを撮って写メで撮ってですね、ツイートされてる世界から100万件のツイートのレスポンスがあったということを考えたら、やっぱりみんなこれ見たいかな。見たいですよ。それ僕ツイーらトしてもいいですか？ちょっとやめてください。もう万博前なんで。そうですね、そうですね。そういや楽しみに。万博前にこれ実際見えましたから。はい。まあですからこれをどうやってさらに展示しようかということで、例えばもう少し心臓の形に近づけるとかですね。リアルな形に。そう、もうちょっと大きくしようとかですね。いろんなことをまた我々のチームがやってくれています。十分この iPS 細胞のね、凄さは伝わったんですが、これからの医療の未来についてはどうお考えですか？やっぱり私も40年やってきて、40年前と大体10年おきに、イノベーションというかですね、新しい、技術がこう出てくるんですね。私たち医者になった時はですね、今当たり前の CT スキャンとかですね、MRI とかエコーです、超音波ですらあんまり大したくなかったんです。それがどんどん診断学が進歩する。でやっぱり一方で外科手術も進歩する。で診断が早ければ早い手を打てるという形でずんずん進化してきた中で、カテーテルでどんどん治療できたり、こういう再生量が出てくる。ですからこれからの未来はですね、私はやっぱり10年単位に新しいブレイクスルーが起こって、ものすごく革新的な速さで、ですから今なんか認知症も期待されてますよね。そうですね。がんもかなり免疫療法で治るようになってきた。そしたら私は心臓病では死なない世界が来るというふうに思っています。夢どんどん膨らみますね。そうですね。もうですから人生100年時代は絶対来ますね。なるほど。いや先生がおっしゃるともうそこ説得力があるからすごく明るい未来を期待できるお話でした。すごい良かったです。勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。